行くぞブレイザー。遠い銀河のブレーザー。まばゆい光の中からやってきたウルトラマンブレーザー。これはウルトラマンブレーザーとスカードの戦いの記録である。いろいろな怪獣災害が起こっているこの世界。戦いに挑む一人の男がいた。その名は蛭間玄斗。玄斗は宇宙広角怪獣バザンガとの戦いの中でウルトラマンブレーザーへと変身する力を手に入れる。そんな中、地球防衛隊は特殊怪獣対応分遣隊スカードを立ち上げた。こちらスカード CP。 隊長は玄斗。作戦の指揮はもちろん戦いの先頭にも立つ。青部絵に変装していろいろなところへ潜入。射撃や格闘も得意。南杏に格闘技を得意とする隊員。アースガロンの操縦の腕も抜群だ。坂東康信、アースガロンのパイロットでもあるメカニック。その体はムキムキ。名倉輝明、怪獣に詳しい副隊長。普段は作戦を立てる役割だがアースガロンに乗ることもある。そんな優秀な隊員が集まるスカードを作ったのが春の列、地球防衛隊日本支部司令部参謀長だ。突然海の中から現れた深海怪獣ゲードス。ゲイドスの排熱口を潰す。君らは攻撃を止めさせろ。そんな玄斗隊長危険です。スカードの初めての作戦。ゲントは人知れずウルトラマンブレーザーに変身し、勢いよく怪獣へと立ち向かう。必殺技スパイラルバレードをまるで釣り竿みたいに使って見事ゲードスを倒した。23式特殊戦術機構銃アースガロン。スカードの新しい力、頼れる仲間が加わった。アースファイヤー発射。アースガロンはウルトラマンブレーザーと力を合わせて甲虫怪獣タガヌラーをやっつけた。軟体怪獣レビーラとの戦いでは怪獣をカチコチに凍らせて木っ端みじんに撃破。目を覚まして暴れ出してしまった山怪獣ドルゴにはアースガロンとブレーザーの見事なコンビネーション攻撃で再びそこにあった山に戻して長い巡りにつかせたぞ。
オーロラ怪人カナン星人にアースガロンが乗っ取られた時もスカードの活躍とウルトラマンブレイザーの力で取り返すことができたんだ。大昔から神様とされていた伝説の怪獣天球怪獣虹かがち。虹かがちは雨や雲を呼び起こし、それはやがて7つの台風になった。スカードはアースガロンの新しい力モッド2で戦う。多目的レーザー発射。今や発射。虹色の光が虹かがちストーンに変わる。ウルトラマンブレイザーは新しい力を手に入れた。虹かがちストーンの力レインボー降臨だ。宇宙怪人セミ人間がチルソナイトという物質でできた隕石で地球へと呼び寄せたロボット怪獣ガラモンもレインボー降臨で粉々にぶっ壊してやっつけた。そんな中ウルトラマンブレイザーの様子が。溶鉄怪獣デマーガとの戦いでピンチのアースガロンを助けに向かうがとどめを刺そうとしたその時、デマーガの赤ちゃんの姿を見たブレイザーの手が止まる。さらに地球防衛隊がデマーガに向けて発射したミサイルを全て破壊してしまう。戸惑いの中、宇宙からまたとてつもなく恐ろしい怪獣が現れる。とんでもない強敵に太刀打ちできないブレイザーとスカード。ブレイザーの気持ちが分からず変身して戦うことをためらうゲント。作戦を開始する。ゲント隊長率いるスカードはボロボロになりながらも宇宙電磁怪獣ゲバルガに全力で立ち向かい、地球を守るために必死の戦いを繰り広げる。目標圏内、アースガロン攻撃開始。アースファイア発射。
つながる記憶。早く逃げろ。ブレイザーも命を救おうとしてたのか。ゲントとブレイザーの気持ちが通じ合い、二人の心が一つになったその時、行くぞブレイザー。雷の力が込められた剣、シルソナイトソードが出現。猛烈なパワーでゲバルガを真っ二つに切り裂いた。そして物語は新たな展開へ。ハザノはファーストウェーブ、ゲバルガはセカンドウェー目標デルタンダル。ブ、デルタンダル、サードウェーブの可能性。そしてこれらをカテゴライズしているのが V99 事故。ケント隊長、土橋優奈。土橋は実験施設で何をやっていたの？お父さん。土橋優にだけは近づくな。土橋優とは何者か、そして V99 とは。23式特殊戦術機構銃アースガロンです。壮大なスケールで描くウルトラマンブレイザー。テレビ東京系にて毎週土曜朝9時から好評放送中。見逃し配信も絶賛公開中。今後の展開にご期待ください。